乙女座の皆さん、こんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回はラブメッセージということで、恋愛や人間関係に特化した内容でお届けしたいと思います。今付き合いされている方がいるとか、気になっている方がいるとか、もしくは今ちょっとややこしい関係だとかいろんなその関係性において見るのと、あと新しい出会いを求めている方には5月末までの運勢、出会い運を見ますので、ぜひ最後までご覧ください。では行きましょう。お願いします。まずパートナーとの関係性から見ますが、もちろん一人一人その状況に応じてね、違う状況だと思いますので、当てはまらないこともあるかと思いますが、参考にできるところだけ聞いてください。そして占いの結果もですね、必ずしも絶対そうなるっていうものでもないので、この結果を聞いた後に皆さんが好きなように行動していただければ、違う未来が待っていると思いますので、好きなように生かしてくださいね。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ちょっとこのパートナーとの関係においては無言にならしてください。はい。今ね、どんな方を思い浮かべて聞いてくださってるか分かりませんが、今現れているその2人の関係性はって言った時に出てるのが、やっぱりペンタクスの3で、非常にお互いがいい刺激になって感化し合ってるなっていう感じがします。で、なんだか2人きりでっていうよりも、常に誰かが間にいるというか、友達だったりとか知り合いだったりとか、常に何か間にいるのかなって感じはしますが、でもとてもいい感じで、ゆっくりとですけども関係性っていうのは成長してきてるなっていう感じです。そして乙女座さんの方がなんかもっと、すごくね、節制とかペンタクスのキングとか強いカードが出てるんですけど、もっとなんか自分でちゃんとできてるって自覚したいみたいな感じがあり、その相手の役に立ってる、私は唯一無二の、相手にとって唯一無二の相手だって思いたいみたいな感じがあるんですね。で、相手の方っていうのはカップのキングで、非常にありがたく思ってるし、相手の方の方にもちゃんと感情っていうのはあるなと思います。乙女座さんを持ってる感情、よくしてあげたいみたいな感情です。だからなんか強いてあげるならば、乙女座さんは実務的な何かサポートっていうものをこの相手の人にしてあげたいと思っていて、相手は感情的なサポートっていうものを乙女座さんにしてあげたいと思ってるっていう感じなんですね。そんな感じですね。でもとても落ち着いてますね。乙女座さん自身が落ち着いてるし、ちょっと余裕があるのかな、今の生活の中に。だからこそこの人との関係ってそんな簡単に崩れるものじゃないしっていう感じもあり、これからも温めていくっていう感じです。そして相手の人ちょっとだけね、相手の人ちょっと感情的に少しナイーブだなって感じがするんですね。で、だからこそ自分がナイーブだからこそ相手の感情をフォローしてあげたいとか、感情的にサポートしてあげたいっていう思いがあるんですけど、本当は自分もサポートしてもらいたいっていう思いがあるみたいです。感情的に、なんか役割とかそういうのだけじゃなくて、なんか本当に自分の心の寂しさ分かってほしいみたいな感じかもしれませんね。でもそんなこと恥ずかしくて言わないしだろうし、そばにいるだけでいいって感じですけども、本当はもっと感情の触れ合いとか肌の触れ合いも含め、役割とか義務とかだけじゃなくて、一緒にいる喜びっていうものを感じたいんだって感じがしますよ。なんか、いや自分はそんなものを提供できないしみたいなね、もし思ったとしても、自分の愛情表現っていうのは役割をこなすことなんですと思ったとしても、本当にただ相手の気持ちを聞いてあげるだけでもいいかもしれないですね。なんかとても今この人、いろんな感覚っていうか感情が湧き上がってきてるみたいで、相手の方がですね、これはビジネスのいい案を思い浮かべるっていうのもそうだし、自分の人生像としてこういうことやってみたいなとか、こういう関係性を築いてみたいなみたいな、そういったものが非常に今溢れているので、なんかそれをただジャッジなしに聞いてあげるっていうだけでも全然いいと思います。そして乙女座さんの方はやっぱりいろんな状況っていうのをきちんと分析して、今すべきことっていうのを把握した上でちゃんと対処してるから、これでいいんだっていう感じがありますね。いいと思いますはい。ちょっともう少し相手が何を思っているのかっていうのを見てみますね。
美しさということで、十分乙女座さん美しいって思ってるみたいですよ。もっと綺麗にならなくちゃって思う必要ないよって。そして乙女座さんの方はやはり疑い深くなって、もし相手が浮気してたらどうしようとか、もっとなんか自分を磨かなくっちゃと思うかもしれないんですけど、その容姿を磨くとか何かをしてあげるとかではなくて、本当に感情に寄り添うっていうことだけ意識していただければ、もう十分に相手の人にとっては乙女座さんの美しさや価値っていうのはもう伝わってる感じがします。ちょっとこれからのね未来の可能性見ていますね。はい、ワンドの7ということで、お互いの立場を守りながらいい感じで関わっていけそうですね。でもやっぱりなんとなくお互いに思ってることを本当に言い合ってるのかなっていうのがちょっとわからないですね。きっとこうだろうという予測のもとにそれぞれが行動してるっていう感じがします。でも一緒の方向を向いてますよ。ちょっとたまに予測が外れる感じがあるのできっとこの人こういうこと思ってんだろうなと思ってやってあげたことちょっと全然違ったよみたいなこともあるかもしれないので、もうはっきりとなんか確認するとかもういいんじゃないですかね。なんか言葉に出さずに想像して察知して何かをするっていうのは得意かもしれませんが、ここは一つ確認してからでもいいんじゃないかなって感じがしました。はい、いかがでしょうか。ちょっとこんな感じなんですが、もし分かったよっていう方はいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。ではちょっとこれからの出会いを求めてらっしゃる方、5月末までに出会いがあるのかどうか見てみますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ソードページ逆、カップ5の逆、ソード5、ソード2、カップ4、ペンタクス10、カップ3。はい、気をつけることや対策がワンドのナイトとストレングスとオラクルがフールです。すごいですね。なんだかもう振り幅が大きいって感じがしますね。まず入り口がソードのページの逆なので、ものすごく疑ってる、もうそんななんかある意味占いなんて信じないしみたいな感じかもしれないし、いや期待して落ちたら嫌だから期待しませんとか、そんな感じで現実的に行きますみたいな感じが出てます。もう現状そんなに変えたくないんですみたいな、乱されたくないんですって感じかもしれませんね。もちろんそれってやっぱ現実が幸せだから、今この自分で楽しんでるからこのままでいいんだっていう方はもう本当にバッチリそのまま行ってほしいんですけど、やっぱり豊かだからこそなんか別の豊かさも引き寄せることも可能ですよね。そういう意味で他者と関わるっていう新しい幸せのあり方も見てもいいかなと思うんですけど、そこに全く期待してませんって感じが出てまして、むしろ乱されるからいいんですみたいな、そんな感じがあります。なんかとにかく期待したくないし、感情的に揺さぶられたくないしっていう感じがすごく強く出てるんですけど、でも突然やってくる豊かさバーンみたいな、ジョイっていう感じでプロスペリティにジョイとかで出てくると、なんか急に全然期待してなかったのに急にめちゃくちゃ楽しいみたいな感じがあります。これは人との関係だと思いますよ。今って特に3月の後半から4月の頭っていうのは非常に他者からの受けがいいというか、見えないところで評価が上がってるっていう時だし、見えないところからのサポートも届いてる時なのでね、実はご自身が感じてる以上にいいことが水面下で背後で行われているかもしれません。そして4月の中旬以降になると非常に全体の流れとしてね火のエネルギーが強くなるので、情熱を持ちやすいっていうのもあるんですよね。そうね。そしてやっぱり対策のところでもストレングスにペンタクスのナイトが出てるっていうのは本当にご自身のポテンシャルっていうか、その能力に関しては何の問題もありませんみたいな感じがあって、ただご自身が思考で
自分とはこういう人間だとか、こういうふうな出会いをしたら最悪なんだとかっていうなんかストーリーを思い浮かべて、自分が失敗しないようにしたいっていうふうに思ってるかもしれないんですけど、もともと持ってらっしゃる乙女座さんの能力っていうのはめちゃくちゃ他者を癒したり励ましたりなんかサポートしてあげる力すごく強いんですよね。なのでそういう意味ですごくいい関係できるんですけど、それがなんか急にそういうふうにしてあげたくなる、もしくはしてあげて嬉しいみたいな状況になるかもしれません。そこを望んでいけば。なので期待してない分また喜びが大きいって感じもあります。だけど本当にスピリットでは求めてないんですって言ってるような感じがして、どっちでもいいです。これはね、求めてなければ求めてなくてもいいけど、なんかとっても楽しいことがあるなって感じもしますし、求めてる方はその現状の頭で繰り広げるストーリー通りにいかなかったとしても、そこに惑わされずに今起きてることの中で豊かさを見てみてください。やっぱり補佐で引いたのもユニティというペンタクスの2のカードとサティスファクションってね、満足っていうカップの6の逆のカードが出ているので、やはり誰かねを引き寄せる可能性は非常に大きいです。とても、しかもとてもご縁のある人とか乙女座さんの良さっていうのをめちゃくちゃよく分かってくれる人っていうのを引き寄せるそうなんですよ。だからこそこちらももうぐんぐんなんか何かを吸収してもらえる喜びみたいな感じでぐんぐん出そうとする、愛情を出そうとするみたいな感じがあるので、ぜひね5月末までもし出会い求めてませんという方はそのままもう本当に豊かな感覚で行ってください。そして求めてますという方は頭のストーリー通りじゃないかもしれないけど必ず何かいいことあるよみたいな感じで楽しみにしてください。でもなんか本当に乙女座さんが持ってるナチュラルな良さを使う機会がある気がするんですよね。はい、ぜひ楽しみにお過ごしください。最後にもう一枚ちょっとオラクルカード引かせてください。もしね分かりました、伝わったよっていう方はいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。これかな、乙女座さん。どうですかこのカード。さっき私が言ったのとちょっと似ている感じがするんですけど、なんかこう問題をねコントロールしようとするのやめましょうみたいな感じです。この状況にねもう委ねましょうみたいな感じかな。皆さんも好きなようにこのカードを見て感じることをメッセージ受け取ってみてくださいね。はい、ということでここまでにしておきます。ぜひ豊かな時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。